はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月前半のタロットリーディングと星の動きの説明をさせていただきます。今私アメリカのコロラド州の国立公園の中のホテルにいるんですよね。美しい景色を皆さんにお見せしたかったんですけども、逆光で見えないっていう状態だったので、ちょっと今日はこのスタンスでいきたいと思います。よろしくお願いします。では行きましょう。7月前半です。6月の後半からね、人間関係も際立ってきていると思いますが、いかがでしょうか。見てみましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。エンペラー逆、ちょっとカードが見えにくかったらすいません。皇帝逆、ソードクイーン、ソード7、女帝逆、ソードナイト逆、ソードエース、そしてカップ3逆ですね。ちょっと待ってくださいね。はい、そして気をつけることや対策が、ソードの9とソードのページ逆、そしてオラクルは、はい、ラバースの逆です。そうですか。そうですね。ちょっと星の話から聞きますが、先ほど言ったみたいにまだ7月の前半っていうのは本当に人との関係がすごく強調されています。人を通して自分を知ることもできるし、人を通して自分が輝くこともできるし、喜びも感じられるし、一人じゃない誰かとの関わりの中でしか考えられない、誰かとの関わりの中でしか得られない喜びや輝きや豊かさっていうものがあるなっていう感じがします。これカードで見てもあります。で、磨かれるんですよね。一人で何か例えば探求するとか、一人で何かをして喜ぶってもちろん喜べるんですけども、一人ではできないところに光が当たるっていう感じなんですよね。誰かと関わることによって。でそれがやはり際立っています、一番。そして、細かいこと言うと7月の2日からですね、ビジネスモードっていうものがもっと戦略を立てていこうとか、もっと何をどうしたら将来的にどれだけお金が入るかなとか、そういう見えないお金のことを考え始めたりとか、誰かに受け入れられるためには何をすればいいかなみたいな戦略とか策略みたいなものを考えやすくなりますので、これはビジネスにおいてどのように資産を増やしていくかとか、お金を経済をね動かしていくかっていうふうに考えたり整理したりとか情報を集めたりするにはとてもいい時です。とてもね。だけど裏を書くみたいな形で誰かはっきりわからないことをどこまでも深掘りして想像していくっていう風になるとちょっと沼に入っていきそうな感じがあるので、あくまでも現実的な対策としてこのエネルギーを使ってほしいです。そして7月のその2日3日過ぎたあたりからすごくなんだかねパキッとする感じがするんですよね。人に対してもよしみたいな感じとか、じゃあこうするみたいな、すごい急に勢いがついて何か目的を決めてやっていくみたいな感じがあるんです。そして星の流れでは7月6日が新月なんですね。でこの新月もとってもともとこの新月自体がものすごく明るい希望があるとか期待がある人にはもうどうぞどうぞっていう感じでそっちに流れていくようなエネルギーなんです。自分の未来を信じてる人には明るい未来しか来ないみたいなそんな新月のエネルギーなんですね。でそれが特にヤギ座の皆さんは人を通して人間関係とか契約とか一対一の関係とかそういうのを通してあるので、非常に人を通しての気づきと学びと成長があるなって感じがします。ぜひそのようにね使ってください。そして7月12日以降はまたね見えないお金の運っていうのが出てくるので、ちょっとお金を増やそうかなとか貯金しようかなとかもいいですし、株とか保険とかそういったものに関してちょっと調べ始めるのもいいかもしれないですね。7月後半にそういうのをやっていくっていうのはいい時なので、前半はとにかく何か刺激を受けて決めていくみたいな感じがあります。でカードで見た時にそうですね
人を通しての学びとか豊かさって無限の可能性があるんですね。無限の。だけれども自分で自分のことを制限して、自分はこういう人だからとか、私不器用なんでとか、私人見知りなのでとか、私何もできないんでみたいな感じで自分のことを何か制限して見ていると、それ以上なかなか入ってこなくなるんですけど、無限の可能性があるというふうに思っておいてください。そして誰かと関わるって言った時に自分がものすごくしっかりしなければいけないっていうふうに思いすぎないでください。誰かに迷惑かけないようにとか、やるんだったら私がちゃんと責任取らなくちゃとか、そういう形でのもう責任取ること前提で関わるみたいなエネルギーがあるって、でその感覚でいくとちょっとしんどくなりますよね。人と関わる時になんか気遣いすぎて嫌だなとか、もし何かあったら自分に責任がかかってくるから失敗しないようにしなくっちゃとかっていうふうに気を使いすぎて引いてしまう感じがあるので、そこまでしっかりとした人間でなければならないという意識を外してみてください。今はね、これはプライベートの人間関係とかであれば本当に緩んだもん勝ちぐらいの感じで、緩んだ人ほど楽しくなるみたいな感じがあるんですけれども、もしビジネスでの交渉とか契約とか就職したいんだとかね、契約結びたいんだっていう方にとってはそれはもちろん自分がしっかりしてないとって大きく見せないとって思うかもしれないんですけども、今自分を判断される材料っていうのはそこじゃないって感じがするんです。本来持ち合わせているヤギ座皆さん個人個人の特有な良さっていうものを相手は見たいので、何ができる、どんな技術があるっていうその条件だけで見るわけじゃないんですね。今これだけ人間関係がいいとか、これだけ人とのつながりいいよっていうことは、そういう条件だけで選ばれるのであれば誰でもいいじゃないですか。機械と同じような。だからね、じゃなくて自分の素材で人とつながっていけるって思ったら、自分らしさっていうものがちょっとでも出る方が絶対いいんですけど、なんとなく硬いなって感じがあるので、そんなに立派な人になろうとしなくていいよっていう感じがあります。そうね、人と関わりながら何か相手に合わせすぎてたところがあるのかなって感じがしますね。本当の自分の喜びは違うところにあって、それをやりたいんだけど、ちょっと相手にもちゃんと合わせなきゃいけないし、いい顔しなきゃいけないしっていうところで合わせていたのかなっていう感じがありますが、そういうのは一切やめれますよ。もうやめてもいいっていうか、そんな風に気を使わなくても、今あるこの自分の素材と気質と素材とオリジナリティのねとこの運があれば本当に必要なところにつながるし、いい形で関わるので、変に合わせたり無理しない方がうまくいくなっていう感じがあるんです。そしてもし今ね、いや実は最近いい関係がありましてとか、最近新しい人と出会ってすごくワクワクするんですとか、それはね師匠に会いましたとか、仲間ができましたとか、そんなのを全部含め恋愛だけじゃなくね、そういういい人間関係が今あるんですよねっていう方はぜひ楽しんでください。それをね、自分がすごくこの恋愛だったり、そういう好きな人だったり、恋愛感情じゃなく尊敬できる人だったら、この人とつながりたいっていう人とつながれるっていうその喜びの中にいる時って、ちょっと普段の役割忘れてたりとかするじゃないですか。そうするとこんなに私浮かれてていいのかなって思うかもしれないんですけど、全然浮かれてていいので浮かれ続けてくださいって感じかな、私的には。そして喜びの中にいると、実は浮かれるどころかもっとこんなことができるんじゃないかっていう自分の可能性から来るぐっと可能性から来る強さっていうのが湧いてくるんですね。でそのが湧いてきてる感じがします。ここでソードのナイトっていうことで逆位置ですけど、走っていくよみたいな感じがあるので、よし楽しんだしエネルギー充電満タンできたから行くよみたいな、そういうので何か目標を持ってそこに切り込んでいきたいっていうエネルギーがありますね。新しくこれを始めたいんだ、できるきっとみたいな感じかな。これは人もそうだし、チャンスとして何か企画していくとか、何かを提供していくとか、仕事でもそうです。もしくは仕事も恋愛も関係なく、自分が人生の中でやってみたかったこと、自分だけが喜ぶことをやってみようかなっていう感じになると思います。これとてもいいです。そしてそれをねまた現実化させていく上で少しまた旅路があるなっていう感じがあるので、じゃあやるって決めたらもうそれがすぐできるとかすぐ叶うとかではなく、少し紆余曲折しながらいろんな人と関わりながら行くよって感じが出てます。で
何度も言うんですけど、こんだけ人間関係がいい時っていうのは単に自分にとって都合のいい人だけが現れるわけじゃないんですね。自分を成長させてくれる人とか、気づかせてくれる人とか、本当の力を思い出させてくれる人とか、いろんな方と出会っていくので、ご自身が決めたこれやっていきたいっていう思いに対して、おそらく違う角度から刺激をくれる人も出てくるんだろうなと思うんです。1対1だけじゃなくていろんな人と関わってますからね。でそういうふうにそんな感じでいい感じでこうね揉まれてというか進んでいくなっていうのがあります。そして一番大事なメッセージとしては、オラクルが恋人たちの逆位置なので、初めてのことだからこそわからないとか、ちょっと迷う、どうすればいいんだろうっていうような選択の中にいるんだなって感じがします。でその時にぜひね、今までの自分のやってきたことや役割とかできることとか、そういうことで判断せずに、どっちが自分が喜ぶんだろうっていう損得関係なしに、自分のハートが喜ぶのはどっちだろうっていう感覚で選んでください。でその時の注意点としては、やはりここにソードのね9と、ソードのページが出ているので、まだ未経験だからこそ迷ったり心配したりするのは当然のことなんですよね。でそれは当然のことだから、それでいちいち落ち込んだりとか、どうしようどうしようって、これはやらない方がいいってことなんて思う必要は全くないんですね。その出来事も含めてこのプロセスが本当に自分を磨いてくれてるっていうことになるので、人を疑いすぎない、そしてまだ起こってないことを心配しすぎないというのがメッセージです。実はなんか陰で悪口言われてるんじゃないかなみたいなことを気にしやすいってことですね。こういうのはね、全然言うならどうぞぐらいの感じで開き直ってほしいな。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事見てみたいと思います。カップ10、ソード4、ワンドキングということで、仕事もいいですね。必要な人とつながっていく感じがあるので、お仕事も別に仕事って思ってなくても、いろんな人との関わりを通してそれは仕事になっていったりとか、いい刺激をもらうなって感じがします。それともう一つ、やっぱりさっき言ったこれって何の役に立つのかなとか、これ単に私の趣味なんだけどなっていう思うことも実はすごく大事です。これやって何の意味になるのって思ってたとしても、一番大事なのは自分のハートが喜んでるかどうかっていうことなので、喜んでいるのであればそれは仕事としてやっていく価値は十分あるよってことです。もう喜びでいっぱいみたいなソードのカップの10が出ていて、ただしこの喜びを現実化させるには何かをやめていかなきゃいけない、一時休止させなきゃいけないということもあるかもしれません。これは今までやってきたこと、義務でやってきたことや立場上仕方なくやってきたことというのを少し休憩させるとか、一時休止させるのかもしれません。でもビジネス全然成り立ってますよ。すごくうまくいってます。ですので自分では自覚されてないかもしれないですけど、ちゃんとビジネスを起こしていく、続けていく力は自分の中に備わっているので、その感覚の中で喜びを優先してやっていってくださいっていう感じです。お仕事はね。ちょっと人間関係見てみますね。すみません、言うの忘れた。ワンドエースとワンド5と、カップのページですね。人間関係はですね、すごく星に応援されているのでいい時なんですが、自分の思考で判断してしまうと、この人はいい人なんだろうか、この人は本当に自分に有益な人なんだろうかとか、悪い人じゃないんだろうかとかっていう、それを答えを探そうとしてしまうとわからないって感じになりますね。そして追求しようとすればするほど自分で自分を追い込んでしまうという感じがあります。もっと委ねて大丈夫っていう感じで、自分が何かを確認したり判断しなくても宇宙がそれを判断してくれるっていう感じで、必要があればきっと何かしらのコンタクトがあってうまくやっていけるだろうし、必要がなければもしかしたら離れていくのかなぐらいの感覚でいいってことです。で
人間関係に関してはちょっとこれまでのね、なんていうかな、人との関係強いんですけど、同時にいろいろ磨かれたりとか気づいたりとか喜びが増えたりとかして、ヤギ座の皆さんが持ってる本来の力がちょっと上がっているので、他者に惑わされずに自分のやりたいことをやっていこうみたいな感じになるんですね。でそうすると若干他者との摩擦っていうものを感じるかもしれません。今まではちょっと相手に合わせてたんですよね。そこはいいかって言ってちょっと抑えていたところ、いやいやそれちょっと違うんじゃないですかみたいなとか、それ分かるんですけど私はちょっとこうした方がいいと思うんですみたいな自分の意見をしっかりと自分に価値があるからこそ言えるっていう風になって言っていくことによって、いろんなことをね相殺していくっていう感じがありますね。でもこれはとてもいいことですよ。これはとってもいいこと。もう飲まれてただ言いなりになるとかじゃなくて、自分にしっかりと価値を見出すからこそ生まれてくる本当の関係性を作るための摩擦が多少あるっていう感じね。でもそれをやってるうちに、やっぱり私こういうのが好きだなとか、こういうふうにしたいのよねみたいな感じの面白い感覚だったりとか、人に対して出てくる新しい感覚っていうのがありますので、それ楽しんでほしいですね。もう一つコメントでね、恋愛運が聞きたいですっていうコメントありがとうございました。ちょっと見てみましょう。恋愛ね。恋愛はね、相手がどう思ってるのかなとか、これからどうなるのかなっていう心配することも含めて恋愛の醍醐味じゃないですか。なのでもう今星では全然応援されてる時なわけですから、もしパートナーが欲しいとか誰か相手が欲しいと思ってらっしゃる方は、とにかく動いてください。とにかく探しに行くぐらいの感じで言ってください。でその中で間違っててもいい、もうちょっと違ったなってなってもいいから、とにかく切り込んでいく。そのことによって迷いは生じますよ。それはそんなすぐに相手の全てが分かるわけじゃないし、向こうも自分のことを理解するに時間かかるので、すぐにじゃないけど、だけど動いていきます。そして例えばですよ、5人ぐらい誰かと会いましたってなったら、そのうち3人は違ったなみたいな感じがあると思うんです。でも2人とは仲良くやっていけるって感じがあるんですね。でそれもその2人のお仕事の忙しさだったりとか状況だったりに合わせて流れていくよっていう形で、どうしても不安な気持ちっていうのがあるかもしれないんですけど、お月さんとかが出てるのでね、でもね、いやいや状況は全然悪くないんだよって、全然悪くないんだよって言われています。これもね、5分の2の可能性っていうカードもありますし、ここでもいや3つはちょっと違うかもねってなったり、いろんな可能性をすごくいろいろ優先順位をつけてるって感じがあるので、5分の2ぐらいはうまくいく可能性があるってことですね。新しい出会いに関しても、そしてもうすでに長く付き合ってらっしゃる方に関しても、新しい一面を出してみようって感じでいいと思います。今はやっぱオラクルがこのラバーズなので、初々しい自分とか初心に戻った自分とか新しい自分もう一回やってみようみたいな。でそれがうまくいくかどうかわからないんです。これはまだね。だけどいいんです。うまくいくからやるっていうのでは面白くないうまくいかないかもしれないけど、今そこを求めていってる自分っていうのが素敵じゃないみたいな感覚で言ってください。大丈夫ですかね。感情をどれだけ理解してもらえるかっていった時に、感情は自分のものなんですよね。でその相手の感情も理解するとか、自分の感情を分かってもらうというのは非常に難しい高度なテクニックがいるので、分かりやすい人もいるかもしれないけど分かりにくい人もいるかもしれないじゃないですか。その時に相手が何を言ってるかとか、相手がどう思ってるかっていう見えないものにどんどん焦点を当てるというよりは、相手のあり方とか、今そこに存在するじゃないとか、今こうやってつながってるじゃないっていうことだけに焦点を当てて楽しんでください。それがポイントかなと思いました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。次回またね、7月中旬ぐらいに次の動画をアップします。もしまた次もこんなこと聞きたいですというのがあればコメントでお寄せください。そして今回の内容少しでも良かったよとか分かりましたという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ぜひね、楽しい時間をお過ごしください。ありがとうございました。失礼します。